こんにちは、粟田洋介です。行動遺伝学では芸術的センスっていうのは遺伝による影響が 50%、そして残りの 50% は環境によるものなんだそうです。だから生まれつき芸術的センスがなかったとしても環境による影響で誰もが天才芸術家になれるのかもしれません。そして環境っていうのは自分で作っていくことができます。ただ私は行動遺伝学とかそういうことは全然わからないんですけど、実際に後天的に独創的で芸術的な絵を描くようになっちゃったって人のお話をしたいと思います。そして今回その人の名前を真っ黒家さんと呼ばせていただきます。そして先日真っ黒家さんに私が画家として興味を持ったことをたくさん質問して洗いざらい答えていただきました。そしてそれはすっごい興味深いお話でした。ただ残念なことにこの真っ黒家さん、もう絵は描いてないんだそうです。リストカットなどの自傷行為をしている人が絵を描くことによって自傷行為をしなくなる効果があります。しかしそれはどんな絵でもいいってわけではありません。そしてこの真っ黒家さんも過去に絵を描くことで自傷行為をやめた人です。この間別の動画で人は幸せになると絵を描かなくなるというお話をしたんですが、真っ黒家さんも今は絵を描いていません。真っ黒家さん曰くもう絵を描く必要がないんだそうです。このチャンネルはアートチャンネルなので、真っ黒家さんの人生に何があって、どんな自傷行為をしてたとか、そういった具体的な話ではなくて、絵を描くっていうアーティスティックな視点でお話をさせていただきます。真っ黒家さんが辛く苦しい早春期にどのような展開で芸術的な才能を開花させたのか、そしてどのような絵の描き方がフラストレーションの浄化となったのか、そんな内容でお話をさせていただきたいと思います。幼少期の真っ黒家さんは絵を描くのが苦手で好きではありませんでした。絵を描き始めたのは中学校2年生の時、友達の影響で漫画の模写なんかを始めました。その頃は友達と描いた絵を楽しく見せ合ったりしていました。そしてうまく描けるように工夫しながら描いてたんですね。そうやって描くと上達します。真っ黒家さんが自傷行為を始めたのは中学校3年生の時です。そして高校へ入学してからもその自傷行為は続きました。そんな中真っ黒家さんはずっと絵を描き続けていました。絵を描くことには浄化作用があって、絵を描くことで自傷行為をしなくなる効果があります。真っ黒家さんも絵を描くことで自傷行為から救われた人の一人です。しかし漫画の模写をしていてもその効果はあまり得られなかったんだそうです。高校2年生の時、真っ黒家さんの作風は漫画の模写から独自の作風へと変化しました。真っ黒家さんはこの作風を真っ黒な絵と呼んでいます。これらの作品はいつ頃のものか不明なんですが、描いたのは真っ黒家さんが自傷行為を行っていた頃です。なんか絵的にすごい面白いし、素晴らしい作品ですね。見たところボールペンで比較的大きいスケッチブックに描かれているみたいですね。ボールペンでこのような大きさの紙にこのような書き方をするのは相当なエネルギーが必要です。手だって痛くなると思います。ボールペンで書いたことには辛く苦しい生き方をした人ならではの理由があるんです。最初に真っ黒な絵を描き始めたのは漫画を描くときに使っていた色鉛筆を使用したそうです。だけど色鉛筆じゃ物足りなくなってシャープペンを使って描くようになったそうです。物足りないっていうのはゴシ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 感情をぶつけて書くのに物足りなかったっていうことですね。そしてシャープペンでも物足りなくてボールペンを使い始めたんだそうです。こういう硬質の画材で硬い画材ですね。そういったもので書くことによって浄化作用が生じるんですが、真っ黒家さんはそれを本能的に発見したわけですね。やっぱり手が痛くなることもあったそうなんですが、痛くなったらもうそろそろこの辺でやめとこうかなみたいな感じで書いてたそうです。そしてもう一つの浄化作用として真っ黒家さんが描き始めた新しい作風が関係していると思われます。真っ黒な絵はこの頃の真っ黒家さんの心の状態を形にしたものです。そしてこのようなオリジナルの作風で絵を描くことによってフラストレーションの浄化作用となったわけですね。それからアーティスティックな目線で注目したいのは漫画の模写で上手に描き写すという絵の描き方から作品を独自のスタイルで創作するという進化を遂げたという点ですね。
このダークで可愛らしい真っ黒な絵のインスピレーションはティム・バートンなんだそうです。高校2年生のある日、マックロッケさんはティム・バートンの画集を目にして感銘を受けました。ダークでミステリアスなティム・バートンの世界観は当時のマックロケさんの闇の世界観と共通するものがあったんでしょうね。このような生きづらい心の状況の人たちにはダークな世界観が自分の居場所だと感じさせるものがあるようです。マックロケさんの真っ黒な絵の世界っていうのはマックロケさんの居場所だったんですね。真っ黒な絵はマックロケさん自身が二次元空間にそれを創作したとてもクリエイティブな芸術作品なのです。マックロケさんの絵を描く工程は最初にイメージが湧くんですけど、そのイメージっていうのは明確なものではないんだそうです。その明確でないイメージを描いて形にして、そこからさらに想像を膨らませて完成していくんだそうです。まさにクリエイティブな工程ですね。真っ黒な絵を描くことで自傷行為っていうのは減っていったそうなんですが、その効果っていうのはすぐには現れませんでした。はじめはフラストレーションのレベルが高すぎて絵を描くんだけど自傷行為も行う、そんな感じだったそうです。心の苦しみが強すぎたんですね。しかしそのうち絵を描く効果が現れたのか、自傷行為っていうのが減っていったそうです。ただこういう絵を描くようになったから自傷行為を全くしなくなるかといえば、それは結構難しいんじゃないかと思います。話を聞いていると、マックロケさんが自傷行為をやめることができたのは、マックロケさんが自ら自傷行為をやめたいと思ったこと、そしてしっかりと自分と向き合う努力をしたからだと思います。21歳の時、マックロケさんはアートセラピーを学びました。私が通ったのと同じ学校です。先生方は素晴らしいカウンセラーでもあるので、そこで学ぶことはマックロケさんにとって大きな変化となりました。しかし当時のマックロケさんは学んだことを受け入れる器がなかったとマックロケさん本人は言っていました。ただ自分と真剣に向き合って今までと違う生き方や考え方っていうのを受け入れるっていうのは誰にとっても簡単なことではないと思います。そして20代半ばにマックロケさんは自傷行為をやめることができました。絵を描き続けたこと、アートセラピーを学んだことや、マックロケさんがそれまでの人生で経験したいろいろなこと、そして周囲の人たちの愛が自傷行為をやめるということに導いたんだと思います。そして何よりもマックロケさん本人の強い決意がもたらした素晴らしい結果なんだと私は思います。去年の11月にマックロケさんの真っ黒な絵が命の叫びという6人展に出展されました。アートセラピーの学校が主催する自死をテーマにした展示会でした。この展示会への出展はアートセラピーの先生から勧められたそうです。マックロケさんは先生が勧めるならとなんとなく出展したそうです。マックロケさんにとって真っ黒な絵は人に見せるために描いたものではありませんからね。だから最初はこんなの人様に見せていいのかなんて思ってたそうです。でも開催中の6日間、マックロケさんは毎日在廊しました。そしてたくさんの人からたくさんのポジティブな言葉をいただき、すごく嬉しかったそうです。そして本当に貴重な経験ができてよかったなと思っているそうです。アートはコミュニケーションです。一人で黙々と苦しいエネルギーで描いた作品でも他者に何かが伝わり、それを共感する人や感動する人たち、美しいと思ったり面白いと思う人たちもいます。もちろんよく思わない人たちもいると思いますが、全ての人に好かれるなんて不可能だし、そんな必要もないんだと思います。だから独りよがりの絵なんてないんです。去年から私はアートセラピーの学校に通っていて、数日前にその上級者コースを修了しました。そしてそのマックロケさんは私のクラスメイトでした。今ではマックロケさんは私の大事な友人の一人です。だから過去の自傷行為のお話を聞いていると、私はとても辛くなりました。大切な人が傷つけば悲しくなるのは当たり前です。そして誰にだって大切に思ってくれる人はいます。もしも自分にはそんな人はいないと思っているんであれば、それはそのことに気づいていないだけです。価値のない人なんていないんです。今のマックロケさんはとても幸せに見えます。
そしてそのことを嬉しく思う人たちはたくさんいます。真っ黒家さんのインスタグラムのリンクを概要欄に貼っておきますので、興味がある方はぜひチェックしてみてください。さて、絵を描く必要がないほどに心理状態が良好になった真っ黒家さん。もうティム・バートンの作品は好きじゃなくなっちゃったんでしょうか。真っ黒家さんは今でもティム・バートンの作品が好きだそうです。同じ作品でも何か違う目線で見られるようになったとおっしゃっていました。同じティム・バートンの作品でも一つの世界観だけではなく、いろいろな要素があるんですよね。同じ作品でも楽しみ方は人それぞれ。だから多くの人たちに愛されるんでしょうね。また、真っ黒家さんはアート作品を見ることも好きで、お気に入りの抽象画家さんの作品の画像を見せてくださいました。白黒の作品が多くて、中には白、黒で赤が入っているとか、赤、黒、オレンジが入っているとか、そんな感じのシンプルで素敵な作品でした。さて、私がもっと気になるのは、真っ黒家さんは本当に絵を描く必要がなくなっちゃったんでしょうかということですね。このインタビューの後、私は真っ黒家さんに絵のコラボをしましょうと言いました。すると真っ黒家さんは絵が描けるかどうかもわからないと思っていたようです。もうあの頃のダークなイメージだって湧いてこないし、何を描いていいのかわからなかったのかもしれませんね。小さいはがき台の紙にボールペンで回して描きました。はじめは戸惑っていた真っ黒家さんでしたが、こんな感じで描き始めてくれました。そこに私がペンを入れます。描き始めると真っ黒家さんはすぐに楽しくなってきたようです。根っから絵を描くことが好きなんですね。創造的な絵を描くのに思い浮かぶイメージなんていらないんです。こんな感じで交代で描いてきました。そのうち真っ黒家さんが色が欲しいって言い出したので、私はありますよって言って色鉛筆を取り出しました。色も交代で塗っていきました。真っ黒家さん、すっごい楽しそうに描いていました。そしてこの色鉛筆は真っ黒家さんが使っていた色鉛筆よりも描きやすかったようです。そしてその違いにも喜んでいました。そして完成しました。描いてる間、一人が待ってるんじゃなくて、2枚の紙を用意して、こっちで描いてこっちで描いて、2人同時に描いてこうやって交換し合ったんですが、もう1枚の方はこんな感じに仕上がりました。で、これよりももう1枚の方を真っ黒家さんが気に入っていらっしゃったので、もう1枚の方は真っ黒家さんが持って帰りました。こんな感じで時間を忘れて絵を描きました。真っ黒な絵は素晴らしいです。だけど他にももっといろいろな画材、いろいろな描き方、絵を描く楽しさは無限に広がります。誰ですか？絵を描く必要がなくなっちゃったなんて言ってた人は。でも確かに絵を描く必要なんてないのかもしれません。ということは、私は物心ついた時からそんな必要もない絵を描くなんてことをずーっとやっていたってことになりますね。だけどまあ、必要なくたって楽しければそれでいいじゃありませんか。だって人は楽しむ必要があるんですから。真っ黒の絵を描いていた頃は確かに辛くて苦しい時代だったのかもしれません。しかしその苦しみがあったからこそ真っ黒家さんは独創的な絵を描くことができたのかもしれません。そしてそれは過去形ではなくて、その苦しみの時代に培った真っ黒家さんの芸術的才能なんだと私は思います。最初にお話しした遺伝による影響 50%、環境による影響が 50% のその環境っていうのは真っ黒家さんにとってはその苦しい時代だったのかもしれませんね。子供の時に絵を描くのが苦手で嫌いだったかもしれないけど、真っ黒家さんはとてもクリエイティブで根っから絵を描くことが好きなんだなと私は思いました。今後真っ黒家さんが絵を描いていたとしても描いていなかったとしても、私は真っ黒家さんの人生を応援しています。ということで今回の動画は以上です。この動画が良かったと思った方はいいねやチャンネル登録、それから動画の感想などをコメントで教えていただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。